350円で購入した10本入り炭酸アルカリ電池です。こちらの単4電池も10本で350円でした。セリアのニッケル水素電池です。最近再販されたようです。炭酸タイプが1本110円でした。単4電池も1本110円です。3本でアルカリ電池10本と大体同じ値段ですね。しかし充電電池は充電すれば数百回繰り返し利用できるので、はるかに安上がりだとみんなが言いますか、鵜呑みにしていいのでしょうか。アルカリ乾電池は長期保存が可能で、10年保存が効く高級乾電池もありますが、これは使用推奨期限は5年です。しかし、ニッケル水素充電電池は自己放電が結構大きくて、利用する前に満充電する使い方が普通かなと思います。充電電池の方が安上がりなので、何でもかんでも充電電池だというわけではないと思います。このテレビのリモコンは単4電池を2本使っています。1回の交換で2、3年は使えるような気がします。こんな場合はアルカリ電池で十分じゃないでしょうか。パソコン用モニターのリモコンで2本の単3電池を最近交換しましたが、前の電池は何年使ったか覚えていないほど長い期間使っていました。このような機器に充電電池を使うメリットは感じられません。充電電池にメリットが生じるのは、比較的多くの電流が流れる機器に利用する場合です。例えば懐中電灯が該当します。動画で紹介したダイソーの懐中電灯です。改造で明るくなりましたが 500mAh が流れます。アルカリ電池で10時間程度です。散歩で毎日使うと2週間持たない計算です。これは時々使うリニアレコーダーです。2本の単酸ニッケル水素電池を使っています。カタログにはアルカリ電池で10時間、ニッケル水素電池、エネループで10時間の録音時間です。私も 2000mAh のニッケル水素電池を使っています。ニッケル水素充電電池の取り扱いは結構シビアなところがあります。このソニーのニッケル水素電池はかなり昔のものですが、当時は結構いい値段がしました。一緒に購入した充電器では充電できなくなったので、充電器を自作して充電したところ、過充電で、ご覧のように外装のビニールが発熱で溶けてしまいました。この電池はガーデンライト用です。長時間放置していた結果、過放電で充電できなくなったものです。ソニーの電池と違って外見は全く綺麗なものですが、同じように充電器では充電できなくなりました。ダイソーのニッケル水素電池です。以前動画で紹介しましたガーデンライトに使っていたものです。水が侵入して錆が発生してしまいました。電池ホルダーのマイナス側のスプリングが錆びて、電池の電極もこのように汚れてしまっています。この電池も過放電状態になって充電器では充電できなくなってしまいました。今回の動画ではニッケル水素電池やニッカド電池用の優しく充電する充電器の作り方を紹介します。充電時間はかかりますが、電池を傷めることなく満充電を維持できる充電器です。市販の充電器では充電できなくなった電池もゆっくり充電することである程度健康を取り戻し、再びガーデンライトの電池として利用できるようになりました。私が持っている充電器です。随分あるなと我ながら呆れます。こちら側の充電器は急速充電器です。うまく動けば短い時間で充電は完了するはずでした。何回か充電するうちにランプが点滅して充電できなくなってしまいます。こちら側は安価な充電器で、これがダイソーで購入したもので、これは秋葉原で購入した充電器です。充電電流が 60mA で
満充電には長い時間がかかりそうですか。ガーデンライト用に購入してストックしておいたニッカド電池を充電しっぱなしで置くのに使っていました。ダイソーの充電器は同時に2本までしか充電できませんが、こちらは8本まで充電できます。そして充電電流が少ないので過充電にはならないと踏んで充電しっぱなしにしていました。このような単純でゆっくり充電する充電器の作り方を動画で紹介します。簡単な回路の充電器を分解してみました。ダイソーの充電器です。その回路です。4.6V のトランス。ダイオードの先に 2.9 オームの抵抗が入っています。1.4 から 1.5V 程度まで充電します。これはだいぶ前に秋葉原で購入した充電器です。5.7V のトランスにダイオードで整流して直列に15オームの抵抗が入っています。電池を2本直列にして充電するので満充電で 2.8 から 3.0V になります。これらの充電器は制限波の上半分で充電しています。この図は制限波の4分の1の周期のグラフです。充電が進むと電池の電圧は上昇していきます。例えば制限波の振幅の半分まで電池の電圧が上昇すれば、この電位差を抵抗で割った値で計算できる電流に減少します。さらにこの図で示したように導通する時間も減少しますので、さらに平均電流は減少していきます。電流が流れる時間も考慮した充電電流の平均値は、充電電圧が 1.4V の時の平均電流は 180mA、1.5V では 173mA と計算できます。比較とは少し違いますが、だいたい合っています。秋葉原で購入した充電器も同様に計算すると、充電で電池の電圧が 3V になった時の充電電圧は約 63mA になるので、この充電器の規格、充電電流とほぼ同じになります。製作する充電回路です。グラウンドにつないだ1オームの抵抗で電流を測定します。はじめに部品と回路図の対応を説明することにしましょう。これはトランスです。4.5V です。整流用ダイオードです。赤い拡散キャップをかぶせた白色発光 LED です。直列に100オームの抵抗をつなぎます。充電電流を決める抵抗です。33オームを使います。実験回路では、この赤いミノムシクリップで電池のプラスに接続した時の電流波形を観察します。振幅 7.7V の制限波が現れています。この状態で電池のプラスにつながる充電端子をグラウンドに落としてみます。これは電池の電圧が0の場合を表します。電流が流れていることを示す LED が点灯しています。この時に流れる電流はピークで 190mA、時間平均で 58mA の電流が流れます。電流が流れている時間は制限波の半分の時間、10ｍ秒です。制限波の1周期の時間で考えますので、ピークでは190、時間平均で 58mA になるわけです。電池の電圧が 1.5V に上昇した時の充電電流の波形を観察してみましょう。この時も LED は点灯しています。電圧が加わっている時間は半周期の 10ｍ秒です。しかし、電流が流れている時間は 10ｍr 秒より短くなっていることがわかると思います。拡大して観測すると 8ｍr 秒程度に短くなっているようです。今度は電池の電圧が約 3V になった時の電流波形を観察します。このように電流値が減少していますが、それだけではなく、電流が流れる時間も減少していることがわかると思います。家庭のコンセントの交流電源の半周期は 10ｍr 秒ですが、
電池に充電電流が流れている時間は7ミリ秒しかありませんね。この2つの要因で、電流の平均値は急に減少していきます。約3年間使った感じでは、放電した電池を放っておくといつの間にか満充電になるってな感じです。これから製作する充電器の回路図です。この回路が電流を制限する回路、そしてこれが電源です。センタータップがついた 9V の小型トランスを使います。交流 5V トランスでも OK です。ダイオード1本で整流して 5.8V、3本直列でプラス 4.6V の2種類の電圧を作り出します。センタータップを中心として2系統の電圧出力としました。充電する部分の回路です。充電する電池ごとにこの回路を作っていきます。電池2本直列で充電する回路では、33オームの抵抗を直列に入れて電流を制限します。電池1本の場合は、抵抗を39オームにしてあります。充電インジケータ用 LED の抵抗も100オームと150オームに変えてあります。これが充電器の実体配線図です。特に意味はないのですが、単3電池2本用の電池ボックスと同じ大きさの基板にしました。電池を2本を充電する回路、電池1本を充電する回路の基板です。基板の製作方法は少し変わった作り方を試してみました。基板はダイソーで購入した乳白色 PP シートを使います。このシートを必要な大きさにカッターナイフで切って、そこに小さく切った片面銅箔基板を接着剤で接着して回路パターンを製作します。接着にはボンド G17 やボンド G クリアを利用します。捨てないで取っておいた銅箔基板の切れっ端です。必要な大きさに切断するのに万能バサミを使いました。これらの基板はベイクライト銅箔基板でそのまま切断すると汚く割れてしまうので、切断する前にドライヤーなどで加熱しておくときれいに切れるようになります。温まったようなのでハサミで切ってみます。ハサミで切るのには少し大きい感じですが、試しに切断してみます。やっぱり汚くなっちゃいました。切断する長さが長い場合は面倒でもアクリルカッターを使う方がやはりベターですね。まあ小さく切る場合なら基板を温めておくとハサミでもきれいに切断できます。古くて錆だらけですが、やはり押し切りがあれば切断はとても簡単にできちゃいます。単3が6本、単4も6本、同時に充電できる充電器の基板が完成しました。切れっ端を接着剤で貼り付けているので大きさはまちまちです。電源のパターンです。銅箔板は少し大きくしてあります。たくさんダイオードが必要ですが、250本入り800円で購入した整流用ダイオードを使いました。充電インジケータ用の LED です。2.8V 程度で光り始める白か青の LED を使います。赤い LED は光り始める電圧が 1.8V 程度なので、この用途では利用できません。2本直列充電モジュールと電池1本充電モジュールに部品を取り付けました。これは整流回路の基板です。ダイオード1本とダイオード3本を直列にした2系統の回路を組んであります。それぞれの充電回路は蛍光2本と白色 LED を取り付けてあります。充電器のケースはこんな密閉容器を使いました。電池ホルダーは強力スポンジ両面テープを使って固定しました。充電回路も同じ両面テープで対応する電池ボックスの裏側に貼り付けました。充電インジケーター LED は直角に曲げて穴から電池ボックス側に顔を出すようにしてあります。すべての電池ボックスを取り付けました。
裏側の回路は結構乱雑な感じになります。それでも対応した電池ボックスの電線をハンダ付けするとすっきりします。弾力性があるダイソーの PP ボードで回路基板を作っているので、少々歪んでいても OK でした。最後に電源トランス周りの配線をします。トランスはケースにネジ止めしてあります。手持ちの小型トランスを使っていますが、入手が困難ならば、虹巻き線に実測で 4.6V が出ているので、ダイソーの充電器のトランスが利用できます。今回製作した充電器は、12本の充電に対応しています。半分の6本に減らせば、ダイソーのトランスで OK かなと思います。コンセントにつなぐときは、必ずヒューズを入れるようにしています。0.5A を入れたと思います。ヒューズホルダーはトランスの側面に強力スポンジ両面テープで固定しました。100V の線はケースからすっぽ抜けないように注意しましょう。そのためにビニールテープを巻いておくようにします。トランスのセンタータップがグランドにトランスの0と 9V を整流回路にハンダ付けします。整流回路を強力スポンジ両面テープでケースに固定します。2本直列で充電する回路はダイオード1本で整流した回路から電源を引っ張ってきます。電池1本を充電する回路の電源はダイオードを3本直列にした整流回路から電源を取ります。グランドはトランスのセンタータップと接続します。これで優しくゆっくり充電する充電器の電子回路が完成です。電池ボックスは電池の脱落がないようにしっかりホールドする構造になっています。しかし、このために電池の取り出しが少々窮屈になっています。そこで映像のようにニッパーで電池ボックスの一部を切り取ることにしました。これで優しくゆっくり充電する充電器は完成です。電池を入れると LED が点灯して充電状態であることを表示します。充電電流はパルス状に流れています。満充電の時、時間平均では 20mA 程度です。自己放電を補う程度の充電電流でトリクル充電です。ですから、電池を傷めず、とても安全な充電をします。それでも、放電した電池をつないでおくと、いつの間にか満充電になっています。1週間ぐらいでしょうか。電池をつないでおけば、使うときには満充電になっています。この方式の充電器を3年使っています。使い勝手は最高です。